はいどうも、ディンシャーのマーシモンです。またね、ディンシャーの波が押し寄せてきました。なんと、こちら、4つの商品がディンシャーさんから届きました。ということで、こちらをね、2週ぐらいにわたって紹介していこうかなと思うんですけど、今回はね、この手前の2つ、こちらの高圧洗浄機、コードレスハイプレッシャーウォッシャーということで、型番は JC の7002っていう高圧洗浄機ですね。バッテリータイプの高圧洗浄機になってます。実はね、これが一番楽しみです。で、次、コードレスレシプロソー。型番が JC の303っていうモデルですね。今回はこの2つの開封レビュー動画をお届けしたいと思います。まずじゃあちょっと楽しみなこの高圧洗浄機からドーン。おお、なんかいい感じですねこれ。よいしょ。あ、木のくずが掃除してから取ればよかったな。はい、こんな感じのソフトケース。ソフトケースといってもちょっとハード硬いケースですね。結構これは質感高い。なんかこの前のシグマンのケースにちょっと似てますね。じゃあレシプロソーも出しちゃいますと。はい、ダーン。こっちはなんかいつものディンシャーっぽいですね。はい、ということで早速まずはこっち。はい、高圧洗浄機、こちらから開けていきます。ドゥーン。なんか結構入ってますね。中身はね、こんな感じですね。まずノズルが1本と充電器。これはいつもの充電器ですね。とバッテリー。バッテリーは4アンペアのバッテリーかな。いつもの大きい方ですね。ちょっと変わったね。これ今までのバッテリーだったんですよ。結構質感高くていいなと思ってたんですけど、これ今回のバッテリー、横がねラベルになってますね。テカテカしてるでしょ。こっちはね素材自体にプリントされてるような感じだったんですけど、見た目の問題だけどね、ちょっと質感は下がったかなっていう感じはしますね。でも中身はきっと同じだと思います。 20V の、4.0A ということで、こちらのバッテリーが1つ付属されております。なんかこれもノズルっぽいけど説明書も見てないからよくわかんねえやはい、こんなノズル。これ多分この中に洗剤とか入れて噴射できるって感じなんじゃないかな。はい、こんな感じのボトルですね。ボトルが1個、それとはい、本体。やっぱりオレンジですね。こんな感じの本体になっております。正直おもちゃっぽいもう全体的にプラスチッキーですね。はい、見た目はどうなんだろうっていう気しますけど、グリップはそれなりに持ちやすそうだけど、ただゴム脇でも何でもないので、はい、本当に全てがオールプラスチック、そんな感じの本体ですね。あとは、透明な、これもホースなんですけど、ちょっとチューブって感じですね。で、先端に、ノズルがついております。それと説明書。ディンシャーさんの説明書は全部日本語なんで、はい、これはね安心して使えるかなと思います。はい、中身をね出して全部並べてみました。ケースと説明書で本体で、本体の先っぽにねなんかノズルが1個ついてますね。あともう1個チューブ型のホースと、あとこれフォームポットって書いてましたね。はい、なんかボトルです。ボトルが1個、あと先端が回転するノズル、こんな感じですね。方向が変えれるっていう感じかな。それと延長のノズルとバッテリーと充電器。はい、これで全部ですね。ということで早速組み立てて使ってみたいと思います。これのね面白いところはやっぱりバッテリータイプっていうことで、肝はこいつですね。なんとバケツにね水を溜めて、その水から高圧で噴射できるというところが特徴になってますんで、自分もケルヒャーの、高圧洗浄機持ってるんですけど、なかなかねホースつなぐのめんどくさくて、実はあんまり使用してないんですよね。かなり使用率が低くて、多分10回使ってないんじゃないかな。物置に眠ってるんですけど、実はこっちの方が使いやすいんじゃないかって思っていて、バケツに水溜めるだけで使えますからね。ちょっとその機能は期待しております。今ね使うにあたって組み立ててるんですけど、やっぱり先端のノズル外れまして、この本体の先端に各ノズルが取り付けられる状態になってます。取り付け方は全部共通なんですけど、グッと押し込んで時計回りに回す、グッと押し込んで時計回りに回す。はい、これで取り付きます。で、先端だけが回転してノズルの向きが変えられる。ノズルの向きが変えられるじゃねえや、噴射量が変わるのかな。これ先端変わりますよね。開いたり閉じたり、こんな感じで、水の出るね形状を変えれるみたいなノズルになってます。これが延長のアタッチメントなんですけど、先にアタッチメントを取り付けちゃって、
でこの先端にまたこの回転ノズルを取り付けたり、あとは先端の向きを変えれるノズルですね、これを取り付けたりすることができると、そんな仕組みになってます。この下に取り付けるのは、給水の方ですね。給水ホースを取り付けるか、またはこれを取り付けてペットボトルとかを差し込んで、ここキャップが取り付けられるようになってるみたいなので、これもちょっと後で試してみましょう。でここから給水して噴射できると。でこの長いホースの場合は、バケツとかあと川の水とかそういったものにも対応してるみたいですね。で先端にはねこうやってフィルターがついてるので、異物を取り除いて水分だけを取り込むみたいな仕組みになってます。これちょっと面白いですよね。組み立て方は分かったんで、実際に水を噴射してみたいと思います。はい、まずできました。これペットボトルバージョンですね。この下にペットボトルを取り付けました。ネスカフェの無糖ですね。はい、ネスカフェ無糖のペットボトル 900ml って書いてました。これを、外に噴射していきたいと思います。はい、今ねペットボトルで 900ml 噴射してみたんですけど、すぐ終わっちゃいましたね。で結構いい勢いで出るなと思ったんですけど、あまり実用的じゃないですね。こんな感じで水道のホースとあとポンプの吸い込むホースですね、両方入れて永久期間を完成させました。これでねずっと使い続けられますよね。この状態で吸ってみたいと思います。パワーもある気がする。はい、ということで、ディンシャーの高圧洗浄機使ってみました。今回はねウッドデッキにちょうど苔が生えてたのでそれに噴射してみたんですけど、結果はね全部きれいに取ることはできませんでした。なのでバッテリータイプじゃなくて電源タイプのケルヒャーとかの方が威力は強いです。でもこっちはバッテリータイプでバケツとかそういった水をね汲み上げて使用することができるので、こっちの方がかなりお手軽に使用できますね。で冒頭にお話しした通り、ケルヒャーの高圧洗浄機はセットするのがめんどくさくて使ってないんですよ。でもこっちだったら気軽に使うことができるなと思います。で1000社程度だったら全然十分な威力なので、こっちでも全く問題ないですよね。で今回苔というね結構巨大な敵に立ち向かったので綺麗には取れなかったんですけど、あらかたは取れました。であとウッドデッキの塗料がちょっと浮いてた部分があったんですけど、その塗料ごとねこいつ取っていきやがったので、なので威力はそこそこあるのかなと思います。なので洗車とかでは全然十分これ1個で対応できるかなと思います。ただちょっとねこのホースがあまり長くないですよね、このホースね。なのでバケツを手で持って移動してっていうことになるので、その辺りの取り回しがやっぱりねホース次第なところがあるのでちょっと使いづらさはあるのかなと思いますが、本体は軽いのでそんなに持ちづらいとか重たいとかそういったことは一切感じませんでした。でバケツとかで使用するのが一番いいと思うんだけど、このペットボトル今回 900ml で試したんですけど、先ほどねやった通りすぐ終わっちゃうので、
2リットルでもこれたかが知れてるなって思います。しかも2リットル持つと本体に2リットル、2キロですよね。2キロの荷重がかかるので、これはねあまりおすすめしないかなとは思います。緊急時なのかな。でもあんまり自分は使う機会はないかなとは思います。あくまでもメインはこのホースですね。でもこのバケツで使えるっていうのは本当にいいですよね。玄関先の掃除とか、あとお風呂場いいんじゃないですかね。残り湯を使って、壁にぶっかけるみたいな。結構な威力があるんで自分にバシャバシャかかってきますけど、そういった掃除にもね使えるんではないかなと思います。で、一点注意してほしいのが、今の風呂場で使うことを想定した場合に、多分これにも水かかると思うんですけど、防水性能は全くないと思うんで、そこはね十分注意して使う必要があるのかなと思います。ただその点を注意すれば非常によくできたいい製品だったなと思いますね。これで自分の場合は絶対にケルヒャーの出番はなくなったと言い切ってもいいですね。はい、今後はこれで掃除をさせていただきたいと思います。ただこのバッテリー1個っていうのがちょっとね、30分持つってことなんですけど、もしね30分じゃ足りないよって人はバッテリーもう1個買った方がいいかもしれないですね。その他のリンシャーの工具 20V のバッテリー付きのものを持ってる方であれば、使い回しができるので高圧洗浄機単体で買ってもいいのかなと思います。でもいい製品でした。ありがとう高圧洗浄機。ということで次の商品に移ります。はい、続いてこちらですね。リンシャーの 20V のレシプロ層 20V レシプロ層を紹介していきたいと思います。まず中身、はい、充電器。バッテリー充電されないとかってねいうレビューがいっぱいあるんですけど、多分ねこれ硬いだけですからちゃんとカチャって入れるようにしてください。リンシャーの充電器とバッテリーのこの差し込みは非常に硬いです。最初だけなんだけどね。ということでバッテリーレシプロ層には小さいタイプがついてますね。20V2.0A のバッテリーが1個付属しております。でねこれが硬いんですよ。みんなねこの状態で使っちゃうんですね。この状態だとここ赤くなったり緑色点滅したりいろいろするんですけど、これちゃんとここまでバチンっていうまで押し込んでください。最初硬いですけど、これ使ってるうちにねいい感じになってきますから、何回かやるとよいしょ、こんぐらいやるとだいぶいいと思います。はい、カチャンとなるまで差し込みましょう。本体ですね。これは結構かっこいいかも。はい、リンシャーのこちらがレシプロ層本体になります。いつも通りオレンジと黒のゴム巻きって感じですね。見た目は結構かっこいいと思います。ここいいね、シルバーで。前紹介したゴールド C のやつはここ黒くなってたんだけど、結構ね最初に使った段階でもう剥げちゃってすぐシルバーむき出しになっちゃったんで、それだったら潔くシルバーの方がいいんじゃないかってお伝えしたんですけど、リンシャーは最初から潔いですね。説明書と刃がいっぱい入ってます。こんな感じです。はい、ということでまずね木材用の刃がね4本全く同じやつですね。フォーウッドって書いてあるのですぐわかると思います。これが4本と、あとちょっと形の違うフォーメタルって書いてますね。こちら金属用の刃が2本付属しております。と説明書、これまた日本語です。はい、こんな感じになります。なので入ってるものは充電器、バッテリー、本体、刃が6本、あと説明書。とてもシンプルな構成ですね。じゃあ早速刃の方を取り付けてみましょうか。まずはこの木材用の刃、はい、これですね。こちらを取り付けてみたいと思います。取り付け方法はゴールド C さんと一緒ですね。先端のレバーを回して刃を差し込んで離すだけと、ここでワンタッチで取り付けできるような構造になってます。この状態ですね。で離す、はい、これでがっちりとロックがされます。なんか結構軽い気がするな。ちょっと重さ測ってみましょうか。重さを測ってみます。ドン。1074g、 バッテリー込みだと1453。そういえば、ゴールドシートの大きな違いは、ゴールドシーの方はねここに取り付けられる爪がありましたよね。あれ結構便利だなと思ってたんで、クランプ爪だっけ、枝を切る時には結構重宝してたんだけど、これにはねそういったものはついてないので、そのあたりがどうなのかなといったところですね。ちょっと付属のバッテリーまだこれ充電してないんですけど、とりあえずここにあるのでまず挿してみます。はい、
結構見た目はやっぱりね、黒い部分が増えるとね、ディンシャーさんのやつはかっこいいんだよ。でもさっきの、高圧洗浄機はオレンジ、ほとんどオレンジ一色だったからかなりねチープに見えちゃうんですよね。もうちょっと黒い部分を増やせばかっこいいと思うんだけどな。こっちはゴム巻きになってるからちょっとかっこよく見えるっていうのもあるんだけど、まずこの安全ロックですね。親指を押した状態だと、トリガーは引けません。全く動きませんね。で、人差し指の方をこっちですね、パチッと押すと動くと思います。で、トリガーはね無段階変速になってるっぽいですね、これね。割とこれ本当に無段階変速チェックになってますね。一番最後だけ急に出力が上がる感じあるけど、そこまでは本当に無段階な気がする。だいたいこういうのって3段階だったり4段階だったり5段階ぐらいになってるイメージがあるんだけど、これは本当の無段階って言えるかもしれないですね。とろ火、本当に最後の部分がいきなり出力ボンって上がるけど、それ以外はね本当の無段階になってると思う。これトリガー今までで一番いいと思うな。優秀ですねこれは。はい、ということで、とりあえずこの状態で木を切ってみたいと思います。はい、ということで、2x4 材ですね。すごい傷だらけですけど、こちらを切ってみたいと思います。切れた。いやーこれね結構きちいね。いや結構きつかったな。これ何センチまで切れるんだろう。最大木材切削深さ10センチになってますね。プラスチックも10センチ、金属が2ミリっていうことなんですけど、なんか結構きつかったな正直。1x4 を持ってきてみました。これをちょっと切ってみますね。これ縦にしましょうか。縦で切ってみます。これは余裕ですね。やっぱりね。ちょっと斜めで切ってみます。材が短いのでちょっと例としては申し訳ないんだけど、いきます。なんかいまいち刃の切れが悪いね。はい、ということでゴールド C の刃をつけました。はい、なんか似たような刃なんだけどね。こっちで一応切ってみます。やっぱり刃の違いもあるような気がしてきたな。最後に1倍ももう一回切っていきます。やっぱりこの辺りの差はね 12V と 20V で差がありますね。でもね、持った感じ、ゴールド C のが太いんですけど、結構レシプロソーって振動を拾う工具なんでパワーがないからっていうのもあるかもしれないけど、こっちの方がちょっと振動は来ないので、女性にはこっちの方が向いてるのかもしれないね。でも早く切れるのはパワーがあるのがこっちなんで、そういった面ではこっちの方が楽で、グリップはねディンシャーのが細いんで、この辺は逆にこっちの方が女性の方でも持ちやすいのかなっていう気はしますね。それともう一つ、ディンシャーの方がねベースがでかいっす。
ゴールドシーのがやっぱりちょっと小型な分ベースも小さいですね。で結構もう色剥げてますよね。これ剥げたところからもうすでに錆びてるんですよ。別に何の問題もないんだけどね、個人的にはガンガン錆びてってもらって全然構わないんだけど、こっちの方が気持ちはいいのかなっていう気はしますね。あとこの刃を取り付けるこの回す部分ですね。ゴールドシーの方はこの赤い部分ノブがついてるんですけど、これプラスチックなんですよ。でディンシャーの方を見てみると、こっちは金属のね部材が使われてるんで、ちょっと熱くなりやすいっていうのはあるけど、ちょっと金属の方が耐久性の面では有利なのかなっていう気はしますね。でも表面だけを見ると圧倒的に俺はこのゴールドシーの方が質感は高いかなと思います。グリップちょっと太いけど、でもこっち全部ゴムっぽくできてて、なんか振動を吸収してくれるというかね。でもこっちの方がパワーがあって互換性があって、こういったねベースだとか、あとこの刃の取り付ける部分ですね、こういったところが金属になっているので、そういったところではこっちの方が有利なのかなっていう気はしますね。一長一短かな。はい、ということで今回はディンシャーの高圧洗浄機、こちらとあとレシプロ層ですね、こちらを紹介していきました。で総評なんですけれども、個人的にはね高圧洗浄機はかなりいいです。これはねもうガンガン使おうと思います。手軽に使えるっていうのが一番いいです。100V の高圧洗浄機と比べると、若干弱さは感じますけど、全然使用には全く問題ない高圧な水を噴射することができるので、こっちの方が手軽なので軽いし、なのでこっちをねメインで使っていこうかなと思います。メインというかケルヒはもう眠ってるけどな、めんどくさいものはやっぱりね人間使わなくなるんで、これはしょうがないですね。こっちの方が気軽に使えていいと思います。レシプロ層の方なんですけど、ゴールドシーとこっちどっちがいいかって言われると、互換性とかパワーを考えるとディンシャーの方がいいかなと思うんですけど、ゴールドシーの方もねいいところいっぱいあったんで、ただ枝を切るだけっていうことであれば、別に互換性とか気にしないよっていうことであれば、ゴールドシーの方を買っても全く問題ないかなっていう気がしますね。それほどね性能に差がないです。でゴールドシーの方はクランプ爪っていう爪がついてて、機能はいいなと思ってたんですけど、こっちにはねそういった特徴的なものは何もついてないので、そういったことを考えると、枝切るのに特化したものって考えるとゴールドシーを選んでも全然いいんじゃないかなって正直思ってます。あんまりねレシプロ層ってそんなに違いを感じてないんだよな。これなんかこのレシプロ層は一味違うぞみたいなレシプロ層あるんですかねって考えるとさ、やっぱり互換性とか値段とかデザインで決めるっていうのがほとんどのような気がするんだけど、このレシプロ層は一味違うぞと、これを使ってみてくださいっていうのあればコメントで教えてください。正直あんまりって感じです。普通なんですよ。要は特にいいわけじゃないし、悪いところも別に見当たらないので、すいません、なんかあんまりレビューになってないけど、そんなにパワーの違いぐらいしか違いを感じることができなかったかなということで、今回はこんな感じで終わりたいと思います。この動画を見てちょっとでも面白かった、参考になった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。またね。